奈良時代が始まって間もなく発生した政変、長屋王の変。この政変の中心人物である長屋王は、父に武市の王子、母に水部の王女を持つ由緒正しい出自の人物でした。父の武市の王子は壬申の乱において父である天武天皇を支え、勝利に大きく貢献した人物です。一方、母の水部の王女は一子の変の際に蘇我倉山田の石川麻呂が天智天皇に協力する条件として嫁がせた娘との間に生まれた人物です。つまり長屋王は天智天皇と天武天皇双方の孫にあたります。さらに水部の王女は元明天皇の姉にあたり、元明天皇の娘は長屋王の妻でもありました。このように長屋王の家系を見てみるだけでも、彼が皇族勢力を代表する極めて高貴な生まれであったことが一目瞭然と言えるでしょう。しかし長屋王の高貴な血筋は彼を政治の中心へと導く一方で、新たな争いを生むことになります。長屋王のように高貴な血筋を持つ人物であれば、当然出世も順調に進んでいきます。天皇や皇室の事務を担当する宮内省の長官に任命されると、間もなく人事を担当する式部省の長官に抜擢されました。これらの出世の背景には、当時の天皇である元明天皇の大きな期待があったことでしょう。しかし、長屋王に期待していたのは元明天皇だけではありません。当時の最高権力者である藤原不比も娘を長屋王に嫁がせています。不比の理想とする政治は、天皇を中心に皇族と士族が協調する政治であり、その実現に向けて自分の死後は長屋王に政権を託すと考えていたのです。こうして長屋王は元明天皇や不比の強力な後押しを受け、大納言へと昇進し、政権のナンバー2にまで出世しました。そして不比と元明天皇の死後、ついに政権を主導するようになったのです。強力な2人の後ろ盾を失った長屋王でしたが、不安定な情勢の中でも律令制の改革に取り組みました。その中で最初に直面したのが全国的に不足していた区分田の問題です。当時国の制度は国民に区分田と呼ばれる田んぼを支給し、そこで収穫された作物を税として納めさせる仕組みで動いていました。しかし時が経つにつれて人口が増加し、区分田が不足するという深刻な事態が発生していたのです。これはまずい。なんとかしなければ。そう考えた長屋王は、農民を動員して新しい田んぼを作らせようと計画しました。これが百万町部開墾計画です。開墾というのは野原や山を切り開いて新しく田んぼや畑を作ることを意味します。しかしこの計画は規模があまりにも壮大だったため、農民を動員することの難しさや現実的な労働力不足によって到底実現不可能でした。その結果、計画はすぐに立ち消えとなり、より現実的な新たな政策が打ち出されます。それが三世一新の方です。三世一新の方の内容は大きく分けて2つのパターンに分類されます。1つ目は新しく池や用水路を作り、田んぼを開墾した場合。2つ目は古い池や用水路を復旧して田んぼを作った場合です。開墾の場合には本人、子、孫の3代まで開墾した土地の所有が認められます。一方、復旧の場合には本人の1代だけ所有が認められるという仕組みでした。この三世一新の方は日本社会に大きな衝撃を与えました。それまで農民は律令によって定められた範囲内でしか区分田を持つことはできなかったのに、この制度によって条件付きながらも田んぼを所有することが可能になったのです。期限付きで土地を所有できるらしい。新しく田んぼを作ろう。そう考えた人々が日本の各地で開墾を始めるようになりました。この法は農民にとってもメリットがあり、現実的な政策として高い実現性を持つものだったのです。このように長屋王が政治改革を進めている中、即位が待ち望まれていた皇太子、小人の王子がついに即位しました。その人物こそ聖武天皇です。聖武天皇は即位に際し、次のように宣言しました。先祖から受け継がれてきた行為を継承した。天下に恵みを与え、国民を統治したい。この言葉からも聖武天皇が国を治めることに強い意欲を抱いていたことがわかります。しかし、聖武天皇の即位と同時に発令された人事では、依然として政治の中枢を担っていたのは長屋王でした。聖武天皇は新たな政治に意欲を見せていましたが、その理想は現実とかけ離れており、実権を握るまでには至らなかったのです。
しかし、聖武天皇を悩ませていたのは政治だけではありませんでした。それは血筋の問題です。聖武天皇の母である藤原都は、名前からもわかる通り、藤原氏出身の人物でした。このため、聖武天皇は、自分の血筋は皇族として劣っているのではないか、と劣等感を感じていたのです。特に現在政権を担っている長屋王は、父も母も皇族であったため、その高貴な血筋を嫌でも意識せざるを得なかったでしょう。また、周囲からも頻繁に比較されていたと考えられます。自分の血筋は天皇にふさわしいのだろうか。自分の血筋に皇位を継承できるのだろうか。聖武天皇はこうした悩みを常に抱え続けていたのです。この悩みを解決するために聖武天皇は自分の血筋の権威を高めたいと考えました。そこで目をつけたのが母である藤原都の存在です。そもそもの悩みの原因は自分に藤原氏の血が流れていることであるならば、母である藤原都の身分を引き上げれば自分の血筋も正当性を増すと考えたのです。こうして聖武天皇は以後私の母は部人ではなく大部人と呼ぶようにと命じました。大をつけることで他の部人とは一線を画す存在として扱おうとしたのです。しかしここで立ちはだかったのが長屋王でした。律令の規則に厳格な長屋王は文書の書式や用語は律令で定められている。律令に従えば称号は皇太部人とするべきであると主張します。これは例えるなら天皇の命令は法律違反だと指摘するようなものでした。この指摘を受けた聖武天皇はやむなく勅命を撤回します。結果として即位したばかりの聖武天皇の面目は潰れてしまったことでしょう。こうして聖武天皇は自分の血筋に皇位を継承できるのだろうかという不安を抱き続けながら、早く男の子が生まれてほしいと願っていました。すでに聖武天皇には藤原の不人の娘である光明氏との間に安倍内親王が、吾田犬飼の広戸寺との間に井上内親王が生まれていましたが、どちらも女の子だったため、皇位を継承できる男の子の誕生が待ち望まれていたのです。そんな中、光明氏との間に待望の男の子、元井王が生まれました。聖武天皇は当然大喜びし、何としても元井王に皇位を継承させなければならないと考えます。そして元井王が生後わずか1ヶ月の頃、彼を皇太子に立てました。生まれてすぐの王子が皇太子に立てられるというのは前例のないことでしたが、聖武天皇はこれにより、以後私の血筋に皇位を伝えていくと広く周知したかったのでしょう。しかし、思いがけないことが起こります。せっかく誕生した元井王は1歳の誕生日を迎える前に病気で亡くなってしまったのです。父である聖武天皇、母である光明氏、そしてその実家である藤原氏の落胆は計り知れません。聖武天皇は再び皇位継承問題に頭を悩ませることになりました。そんな聖武天皇が最も脅威に感じたのは、やはり誰の目にも明らかに高貴な血筋を持つ長屋王の存在です。特に長屋王の妻である吉備内親王は皇族であり、二人の間に生まれた男子の血筋は 100% 皇族ということになります。一方で聖武天皇の妻である光明氏は藤原氏の出身であるため、二人の間に生まれた男子の血筋は半分以上が藤原氏ということになり、皇位継承者として見劣りしてしまう状況にありました。このままでは長屋王の血筋に皇位が移ってしまうかもしれない。なんとか手を打たなければならない。そんな焦りが聖武天皇の心を強く掴んでいたのです。この時焦っていたのは聖武天皇だけではありませんでした。藤原氏もまた強い危機感を抱いています。藤原の不人の死後、藤原氏を率いるのは彼の息子たちであり、その中でもムチマロは藤原氏中心の士族による政治を理想としていました。しかし、聖武天皇と吾田犬飼の広戸寺との間に朝香親王という男の子が生まれたことで状況が一変します。朝香親王が皇太子になるかもしれない。そうなれば藤原氏の力が弱まってしまう。このままではまずいと考えたのです。そこでムチマロは緊急手段を思いつきます。それが光明氏を皇后にするという策でした。光明氏が皇后になれば、もし男の子が生まれない事態になったとしても、彼女が中継ぎの天皇となり時間を稼ぐことができます。この段階では藤原氏の血を引く皇位後継者を生み出すために、そのような策を取るしかありませんでした。
しかし、ここで問題となったのが、規則に厳格な長屋王の存在です。律令では、皇后になれるのは皇族の女性であると定められているため、光明氏を皇后にするとなると、長屋王からの反対は避けられないものでした。このため、藤原氏にとって長屋王は大きな障害となっていたのです。こうして鞭丸を中心に長屋王を排除する動きが加速していくことになりました。藤原氏の策略は頂点に達し、ついに長屋王の運命を決定づける政変が起こります。それが長屋王の変です。事件の始まりはある人物たちからの密告でした。この2人は藤原の麻呂の元を訪れて次のように訴えます。長屋王は密かに妖術を習得し、天皇を倒そうとしている。この前、聖武天皇の皇太子が死んだのは長屋王の呪いによるものだ。この密告は藤原氏が作り上げた嘘の内容でしたが、元井王の死に深いショックを受け、すでに長屋王を脅威に感じていた聖武天皇は、この密告を信じてしまいます。こうしてその日の夜、藤原の馬飼いの指揮の下で軍隊が動員され、長屋王邸は包囲されました。そして長屋王の外部との連絡手段が完全に断たれた翌日、藤原鞭丸が率いる大上官が長屋王邸に派遣されます。彼らの目的は尋問とされていましたが、実際には無実の罪を無理やり認めさせるというものでした。こうした圧力の中で長屋王、妻の吉備内親王、そして皇位継承の可能性を持つ息子たちは最終的に自殺に追い込まれてしまったのです。こうして藤原氏は長屋王を打倒し、政治の主導権を手に入れました。その後、政変の首謀者だった鞭丸は大納言に昇進し、ついに光明氏を皇后とすることに成功します。これにより日本史上初めて皇族外の女性が皇后となりました。その後、大上官では藤原鞭丸が政治の主導権を握ります。そして減少した大上官には新しい人員が補充されました。これによって藤原氏が全て3期以上の地位につき、鞭丸が主導する藤原氏主体制が成立しました。藤原氏の政治基盤は大きく強化されることになったのです。